皆さんこんにちは、みすずです。すっかり暖かくなりましたね。冬のコートやマフラー、手袋はもういらないだろうと思って先日ようやく洗濯しました。さてすっきりした今日はあっさりした食べ心地のキャベツピザをご紹介します。輪切りにしたキャベツに塩麹でしっとり柔らかな鶏胸肉、そして甘くてジューシーなトマトをトッピングします。いろいろなお野菜や肉類をチーズで焼くだけのピザはオーブンに入れて手軽に作れますし、出来上がりもドーンと見栄えもしてお気に入りメニューの一つです。今回は小麦粉なし米粉なし低糖質でグルテンフリーなキャベツピザです。キャベツが1玉とチーズがあればあとはお好きな具材で作れます。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。目次は概要欄に貼ってますので、お急ぎの方は必要な箇所に飛んでくださいね。今日の流れ3ステップ。まずは具材の準備。鶏胸肉は塩麹に漬け込み柔らかくし、刻んで卵とカレー粉を混ぜます。次に焼きます。輪切りにしたキャベツに具材をのせて一旦焼きます。最後にチーズをのせて焼きます。鶏胸肉に火が通ったらチーズをのせてチーズに焦げ目がつく程度に焼いたら出来上がりです。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ3分の1量の栄養素になります。詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。鶏胸肉を柔らかくするために塩麹を使用します。ない場合は代わりに塩とヨーグルトもしくはマヨネーズをよく揉み込んでください。カレー粉はなしでも OK。 またガーリックパウダーや生姜などを加えても美味しいです。そして鶏肉はなしにしてもいいですよ。キャベツ、チーズ、トマトだけでも美味しいです。では作り方を説明します。まずは鶏胸肉の準備。胸肉は皮を外してビニール袋に入れます。塩麹を使わない場合はここで塩を振ってよく揉み込んでください。今回は塩麹を使用していきますね。鶏肉の 10% の塩麹なので今回は 40g 用意してます。よく揉み込みましょう。30分から一晩程度漬け込みます。今回は一晩冷蔵庫に入れています。玉ねぎをみじん切りにします。4分の1個分 50g 使用しています。鶏胸肉に玉ねぎを混ぜると胸肉にジューシーさがプラスされて美味しいですよ。プチトマトを切りましょう。加熱したトマトの甘酸っぱくてジューシーな風味がピザにとってもよく合うのであればぜひ加えてください。スライスします。鶏肉を取り出します。冷蔵庫に入れた場合は使う30分前ぐらいに室温に出してくださいね。薄切りしましょう。それをさらに細長く切り、向きを変えて細かく刻みます。ボウルに移します。玉ねぎ、卵、カレー粉を加えよく混ぜます。ガーリックパウダーや生姜を加える場合もここで混ぜてください。キャベツを切りましょう。縦に置いて 1.5 センチ幅程度の輪切りにします。今回は3枚切りますね。一番上は少し切り落とし、大きい部分で3枚切ります。オーブンの予熱をします。220度にかけています。オーブンの天板にオーブンシートを敷きましょう。この上にキャベツを並べます。我が家のオーブンではこのキャベツ3枚がギリギリ入るサイズですが、入らなければ天板2枚使って焼いてください。塩を振ります。そしてオリーブオイルを少し垂らしましょう。この上に鶏胸肉をのせます。3等分に分けてたっぷりとのせてください。厚みが全体均一になるようにちょっと上から押さえながら平らにします。鶏肉の上にプチトマトを並べます。こんな感じですね。では一旦焼きましょう。
このまま焼くと胸肉がパサついてしまうので蒸し焼きしていきます。くっつかないアルミホイルを食品が触れる面を下にして上にかぶせます。予熱したオーブン220度で20分ほど焼きます。良い香りがしてきて鶏肉にほぼ火が通れば OK です。一旦取り出しましょう。やけどに気をつけて取り出してください。この状態でもとっても美味しそうですね。ではここにチーズをのせましょう。チーズには焼き目がついた方が美味しそうになるのでもう一度焼きますね。また上に油脂があると良い焼き色がつきやすいので飾りでマヨネーズを線がけします。これはお好みでなしでもいいです。大きなお好み焼きのようですがこの状態で焼いていきましょう。220度のオーブンで10分から15分ほど、今回は15分焼いています。チーズがとろけて表面に焼き色がつけば OK です。これで出来上がりです。とっても美味しそうに焼けましたね。このキャベツがちょっと黒く焦げてる部分がまた食欲そそります。熱々のとろけたチーズと甘いキャベツをぜひお楽しみください。一つ切ってみますね。小麦粉の生地がないのでとっても食べやすいあっさりとしたピザですよ。鶏胸肉もお野菜たっぷりの水分でしっとりジューシーに仕上がります。器に盛りましょう。お好みで表面にパセリのみじん切りとそれから胡椒を削りかけます。お好きなサイズにカットして召し上がってください。食べ応え満点ですよ。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はグルテンフリーなキャベツピザをご紹介しました。蒸し焼きしたキャベツの甘くてジューシーな食感がとっても美味しいですよ。ぜひお試しください。また詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。